おはようございます。ケンです。2025年テスラで起きたこと、EV は苦戦しましたが、AI は確実に始まりました。今日は2025年にテスラで実際に起きたこと、これを整理していきたいと思います。期待や予想、夢の話は一切しません。数字、動き、そして市場の反応、この1年を冷静に振り返ってみたいと思います。まず最初に2025年のテスラを語る上で避けて通れないのがロボタクシーです。2025年、テスラはテキサス州オースティンでロボタクシーの限定運用を開始しました。長年構想として語られてきた自動運転による配車サービスがついに実サービスとして動き出したという意味では大きな一歩です。ただし、ここで大事なのは規模感です。台数は限定的で安全監視付き、完全無人、全国展開、収益化、そういった段階には達しませんでした。つまり2025年のロボタクシーは完成ではありません。しかし構想だけの存在でもなくなりました。この違いは非常に大きいです。アイディアの段階から現実の運用フェーズに入った2025年はロボタクシーにとってまさにその境目の年となりました。次に自動運転技術である FSD についてです。2025年は FSD のバージョン14が本格的に展開された年でもありました。これまで以上に実運用を意識した改善が進み、走行データも膨大に蓄積されています。ここで重要なのは、どこまで自動運転できるようになったのかだけではありません。それ以上に重要なのは、市場や投資家の見方が変わったことです。2025年を通して、テスラは EV メーカーとしてではなく、AI 自動運転の会社として語られる場面が明らかに増えました。株価の動き、アナリストの評価、メディアの論調、その中心にあったのは EV の販売台数ではなくって FSD やロボタクシーでした。これはテスラの評価軸が変わったことを意味しています。車を何台売ったのか、それよりもどれだけ自動運転データを持ち、どこまで AI を実装できるのか、市場はそこを見始めたということになります。2025年はテスラの見られ方、これが大きく変わった年となりました。一方で EV 事業そのものはどうだったのでしょうか。結論から言うとかなり厳しい現実がありました。アメリカ、欧州、中国、どの市場でも競争は激化し、価格競争が進みました。特に中国勢の存在感は無視できません。価格、供給スピード、ラインナップ、従来のテスラ一強という構図は完全に崩れています。その結果、テスラは値下げを繰り返すことにもなりました。売上自体は高水準を維持しています。しかし、利益率は大きく圧迫されています。ここで勘違いしてはいけないのが、売れなくなったっていう話ではないという点です。売れてはいます。ただし EV 単体では以前ほど儲からなくなったっていうことになります。EV 市場は成長期から成熟期に入りつつあります。2025年はその現実がはっきりと数字に現れた年ともなりました。そして次に規制と安全性の話です。2025年もテスラは規制当局からの注視を受け続けました。NHTSA による調査や安全性に関する指摘、ロボタクシーの許認可に関する課題、これらは一見ネガティブに見えるかもしれません。しかし見方を変えると、これは必然でもあります。なぜならテスラが実験企業から社会実装フェーズに入ったからです。実際に行動でサービスを提供し、人の生活に入り込む。そうなれば規制や安全基準が厳しくなるっていうのは当然のことです。2025年の規制問題はテスラが次のステージに進み始めた証拠でもあるんです。はい。ということで、ここまで整理をすると、2025年のテスラは非常にわかりやすい構図だったと思います。EV 企業として見ると逆風の年でした。競争は激化し、利益率は下がり、市場は成熟してきています。一方で
AI 企業として見ると、2025年はスタートラインに立った年となりました。ロボタクシーは小さく始まり、FSD は現実の運用フェーズに入り、評価軸は確実に変わりました。夢が現実になった年ではありません。しかし、夢が絵空事でなくなった年だったとは言えます。だからこそ評価が割れたんじゃないかなと思います。テスラは失速したという人もいれば、これからが本番だという人もいる。それは企業が大きな転換点にいるときによく起こる現象です。では、2026年はどうなるのでしょうか。それは希望や願望で語るべきではありません。2026年は条件が揃うかどうか、それによってテスラの評価が大きく変わる年になってくると思います。明日、新年1本目の動画では、2026年に何を期待するべきなのか、そして何が起きなければ評価が変わらないのか、このあたりを冷静に整理してみたいなと思います。ぜひ明日2026年の1本目の動画もご覧になられてください。はい。では最後に今年最後のテスラの株価チェックしておきましょう。本日ね、あまり変わっていないんですけれども、460ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今年も皆さんのおかげで1年間休むことなくテスラの情報を YouTube で発信していくことができました。ありがとうございます。来年も毎日テスラの情報を発信していこうと思いますので、また来年もよろしくお願いいたします。来年は日本に FSD が来たらいいなと今は本当にね、思っていますけれども、来年もテスラ本当ワクワクしかないなと思っております。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。皆さんも良いお年をお迎えください。ではまた。